無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー136機動武闘伝ゴッドガンダムのキットガンダムマックスターを作ります。1994年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円のゴッドガンダムシリーズ3体目のリリースキット。パーツの封入は2袋でした。パーツは白、青、赤、黒の4色成型カラー。ラメ入りクリアイエローパーツとポリキャップとシール、スプリングが付属。腰、肘が軸稼働してコアランダーも変形、合体ギミックあり、なかなかの両キットです。しっかりとコミックワールドもついた説明書です。説明書の構成は8ページ。コミックワールドは投資で130のクレジットでした。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずはポリキャップを肘に組み込みながら腕の組み立てです。今回はパーツカットは説明書に沿ってすべて薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。アメフトモードはネオアメリカ代表のモビルファイター。攻撃力に重点を置いた重装甲、重武装の攻撃型ファイターでパンチ力が強く、かすめるだけで相手に大ダメージを与えます。胴体パーツのジョイントです。まずは胸からポリキャップが仕込まれます。組み立てに要した時間は約30分でした。ボクサーモードはマックススターの得意とするボクシングスタイルのバトルをするためプロテクターを解除、フットワークと鋭いパンチを最大限に活かします。そして腰部です。こちらは脚部に連結する2つのポリキャップを仕込みます。ラウンドバッファローモードは SDV ランドに住むクリスタル戦士から修行の末譲り受けたクリスタルの武具を身につけ、スナイパー、狙撃能力がついた長距離支援モビルファイターです。頭部を組み立てます。珍しいブルーカラーの頭パーツです。目のシールはこの製作パートで貼り付けてしまいます。今回の製作では使いませんが、色分け設定のシールは結構なボリュームあるキットでした。バッファローキャノンは自ら敵を察知し自動攻撃を行う守衛メカ。コアランダーをここで組み立てます。クリアパーツを使った構成になっていました。モビルファイターを起動させるメカで平地での高速移動を得意とします。走行モードからガンダムマックスターの背中にドッキングする変形合体をします。コアランダーも組み込んだバッファローランダーは自動攻撃機能も持った強力な移動法です。肩のアーマーパーツを組みます。この肩アーマーは肩に装着時は防御力アップ、グローブとして装着時は攻撃力アップの攻防一体アーマーです。この時期の BB 戦士にしては珍しくメッキパーツが使用されておらず、それでもクリアラメパーツ、BB 戦士オリジナルギミック、スプリングギミックなど全盛期らしくギミック豊富でなかなか楽しいキットです。続いて脚部です。白の成型色パーツ。ここからは武器や武装パーツです。まずはダブルキャノンです。スプリング弾丸発射ギミックがあるので細かな作業ですが説明書に沿って組み立てます。武器のダブルキャノンは光り輝くミサイルを発射して爆発により相手を粉々に打ち砕きます。ギガンティックマグナムは超高素材で作られた相手の装甲を一撃で撃ち抜くことができる2丁のガンです。バッファローキャノンの構成パーツです。なかなか圧倒的な存在感の BB 戦士オリジナルメカになります。2丁あるギガンティックマグナムは腰に取り付けることができます。脚部をジョイントします。胸パーツと腰パーツを取り付け、肩アーマーを装着して腕を接続します。
胸にもアーマーが取り付きます。シールでの色分け対応になっていた箇所は後ほど塗装で対応をします。頭部を接続して完成です。バッファローキャノンを組み上げます。各パーツを組み上げていき、まずはアメフトモードを完成します。フロントビューからリアビューがこちら。続いてボクサーモードです。フロントビューからリアビュー。最後にラウンドバッファローモードです。フロントビューからリアビューがこちら。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー136機動武闘伝ゴッドガンダムのシリーズからガンダムマックススター。まずは素組みで各種形態を一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。